またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。と言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に換えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところへ行っていよう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。と。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし、父親はしもべたちに言った。急いで、一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところが、あなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心証を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。
いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ、喜ぶのは当たり前ではないか。